プログリッドというサービスの本質は、学習の継続なんですね。やっぱり人のモチベーション、AI 翻訳がどれだけ増えようが、おっしゃる通りダイレクトコミュニケーションで言われてパッて答えるっていう。このニーズは、減ってはいないっていうのは、事実だと思います。3ヶ月プログリッドをやっていただければ、最近なんか英語すっごい良くなってないっていうのは、周りから見ても理解できるレベルには3ヶ月で変わります。私の言葉で言うと、1段階英語力が上がるような感じなんです。効果的なコミュニケーションをするニーズもかなり増えてくるんじゃないかなと。で、もっと言うと、その先はですね、グローバルということを抜きにしても、いろんな人材育成のところを我々もサポートしていきたいと。事前質問たくさんあるんですけど、一つ目。バリエーションの向上策についてということで、業績は好調ですが、株式市場からまだ労働集約型の英会話スクールと見られて、IT 企業のような高い評価がつけられていないように感じます。一かけるテクノロジーの強みをどうアピールし、市場の評価を変えていくお考えでしょうかと。はい、ありがとうございます。そうですね。我々もなかなか、難しいというか、コントロールしきれていないところだと思いますし、株価自体も上場してからでいくともちろん上がってるんですけれども、この1年間結構厳しい、株価は少なくとも業績と連動して上がってはいないということで、時価総額は同じ、業績は上がっているので、PR はむしろ下がっているという、そういう状況になっておりまして、一つは、やはりこの AI がどんどん進化していく中で、果たして英語学習というものがずっとあり続けるのか、これ AI でもういいんじゃないかっていうことにならないかっていう不安、ご懸念が一部の投資家の皆さんの中ではあるんじゃないかなというのは感じております。そこは一つバリエーションの重しになっているんじゃないかなというところとですね、もう一つは今ご質問いただいたように、言っても英会話スクールだよねっていう感じで見られているところ、特に、上場当初はそうだったと思いますし、未だにそういうふうに見られている部分もあると思います。で、それをどう払拭していくかっていうのは難しいんですけれども、基本的には結果で示していくしかないかなとは、思っておりまして、上場以来、ずっと言ってるんですけれども、サブスク比率どんどん上げていくということでですね、先ほどもお伝えしたように、今4割まで来てですね、もう、約半分ぐらいまでが、サブスクになってきておりますんで、ビジネスモデルも、かなり、変わってきておりますし、これを、なんて言うんでしょう。裏技的なことというよりは、しっかり、結果で示していくことが重要かなと思います。はい、ありがとうございます。二つ目です。シャドウ店の有料会員数の伸びについて、前期4級決算の際には触れられていなかった法人向け取引先の機関検定の取り組みが横ばいになった1級で初めて記載されています。IR の指定として4級時点で公開されなかったことには不信感を招くことになりませんかとご指摘です。はい、ありがとうございます。ちょっと多分、意味がわからない方はもしかしたらいらっしゃるかなと思うんで、僕の方でまずご質問の趣旨というか、ご説明させていただきますと、前回の決算で、前回っていうのが第4クォーターってやつなんですけれども、シャドウ店の有料会員数の伸びが著しく成長したんですね。で、今回の決算は一方で、ほとんど成長してないんですね。若干増えてるんですけど、ほぼほぼ横ばいっていうことで。で、今回の決算でこの横ばいになった理由として、前回、この増えている一部が、その期間限定のプロジェクトがあって、それが、終了したんで、今回横ばいになっている一つの要因ですというご説明を、前回の決算で差し上げたんですけれども、これをその要求時点で、言った方が良かったんじゃないかという、そういう、ご指摘だと、理解をしております。そういう意味では、ちょっと難しいところもあるんですけど、これとしましては、このプロジェクトが100% なくなるかどうかっていうのは、その段階では、判断できなかったっていうのがありまして、当然、そのプロジェクトがなくならない、努力を、当時はしておりましたんで、なくなる可能性はもちろんあったんですけれども、なかなか断定的に申し上げることが難しかったということがありますけれども、一方で、おっしゃるように、期待感が結構その4区の数字で高まる中で、第1クォーターそんなに期待通りの結果になっていないので、そういう意味ではしっかりと極力透明性高く皆さんが適切な理解ができるように発表していくっていうことは重要だと思っておりますので、改善できる点もあるのかなというふうには思っております。
はい、ありがとうございます。次です。前期4級からプログリッドの待機期間のグラフが資料からなくなりましたと。似たような期間が続くので割愛することにしたと説明されていましたが、なくしてしまうと、プログリッドのコーチングそのものの需要が落ちてきているという印象を与えてしまうと思います。できれば公開してほしいです。はい、ありがとうございます。ご意見、受けたまわりました。そうですね。まずこれも多分、ご説明をちょっとさせていただくというか、ご理解がない方もいらっしゃると思いますので、このプログリッドというビジネスは、まず行列があるんですね。これ今もちょっとそうなんまあ、創業以来ほとんどそうなんですけども、今もし皆さんがプログリッドを申し込んだとしても、明日から受けれるわけではなくて、だいたい1ヶ月ぐらい、ちょっとお待ちいただいて、その行列に並んでいただいて、1ヶ月待ったら受講が開始できるということで、どれぐらい今待機期間があるかというのを、決算でお出しをしておりまして、で、私的には理想は1ヶ月から2ヶ月ぐらいの、間っていう、それぐらいは待ち期間があるのが、いいだろうというふうに思っておりまして、で、直近ずっとだいたい1ヶ月ぐらいの待ち期間があって、上がったり下がったりっていうのはいろんな理由によって、その四半期の季節性とかにもよってですね、あるんですけれども、それで、お出しをしてました。で、消したんですけれども、決算資料から。それはもうまさに、おっしゃっていただいた通り、基本的には1ヶ月で推移しておりますし、四半期ごとのブレというのが本質的にあまり意味をなさない、ことになりますんで、むしろそれで、投資家の皆さんが一喜一憂するよりは、これ上がったからすごいいいとか、下がったからちょっと悪いっていうわけでもなかったりするので、情報を増やしすぎるよりは、意味がある情報に密度を濃くした方がいいかなということで、消しております。あと、投資家の皆様の、見方というか、としましては、行列が、これ本当に減っていくと何が起きるかっていうと、稼働率が下がるんですね。で、稼働率が下がるっても、我々全社員、全員、正社員で採用しておりますので、完全固定費です。なので、お客様が減っても固定費は減らせないので、で、それを、原価に入れてます。コンサルタントの人件費は。したがって、待ち期間が減って稼働率が下がると、粗利率が下がるんです。なんで、そこで、見ていただくと、本当にまずいかどうかっていうのは、投資家の皆さんには、ご理解いただけるかなというふうに思います。今期は利益の平準化ということで、ですが、CFO の記事では2級が特に半回にかかる想定とのことでした。平準化というのは、クォーター単位ではなく、上期、下期程度に捉えておいた方が良いでしょうかと。またその割合はだいたい5対5程度の、想定でしょうかと。はい。ご質問ありがとうございます。ちょっとこれもページがあった方がわかりやすいかなと思いますので、お出しをさせていただきますと、投資を、平準化していくっていうことを、去年から、決算でお伝えしておりまして、で、これはどういうことかと言いますと、我々、これ上場してから、だいたいこの、同じような営業利益の四半期のグラフになってまして、第1クォーターがめちゃくちゃ高くて、第4クォーターが低いっていうことなんですね。で、これは何かというと、第4クォーターに投資をしているということでございます。で、第3クォーターは第4クォーターに次いで投資をしているということでございまして、こういう形で、第4クォーター、第3クォーターに結構投資が偏った形でやっていたんですけれども、社内でいろいろ議論しまして、端的に言うと適切ではないだろうということで、それを平準化して、年でしっかり慣らして、投資をしていこうと。大きく言うと、上期と下期で言うと、下期偏重の投資だったのを、ちょっと下期の方が多いんですけど、実際投資は。これ鳴らそうということで、やっております。で、第2クォーターが、多いっていうのは、これは何かと言いますと、第2クォーターっていうのは、我々で行くと、12月、1月、2月、これが第2クォーター、まさに今なんですけれども、1月っていうのが英語業界にとっては、最も、季節性としては、活況と言いますか、重要な、時期でございまして、したがって1月に、広告宣伝費を、一番増やしております。したがって、第2クォーターに投資が増えると。CFO のご説明は、そういった理由でございます。はい、関連して、そうします。もともと4級に集中してたことっていうのは、ある程度何かしら理由があってやってたと思うんですよ。それは、
効果最大化のために4級にやっていたということだと思うんですけど、それを変えることによってネガティブな、影響というのはないでしょはい。結論から言うと、あまりないかなと思っておりまして、で、4級にやっていた、一番大きな理由としては、上場時から、3年間は、少なくとも投資家の皆さんにお約束したことを、極めて角度高く、実行していくことが、重要であろうということで、イメージとしましては、第1クォーター、第2クォーターで利益を、極力出して、そして、決算達成可能性を極めて高くし、第3クォーター、第4クォーターで、業績達成が確実になっているところで、ある意味安心をして投資をするような、形になっていたということです。したがって、この、第4クォーターっていうのは6月、7月、8月なんですけれども、この6、7、8に、例えば広告宣伝費を多くすることの合理性っていうのはあんまりなくて、そういったことを考えると、3年間これでやってきましたんで、今後はそうじゃなくて、まさに今おっしゃっていただいたような、むしろどこで投資をするのが最も合理的なのかということで、投資っていうのは広告宣伝だけじゃなくて、プロダクトへの投資だったりとか、いろんなところあるんですけれども、していくべきだろうというふうに考えております。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ご説明ありがとうございました。今の質問に関連するんですけれども、これまでその4級で打っていた広告っていうのは、主にその認知広告っていうことで、プログリッドっていう認知を高めるための広告がメインだったと承知しておりますが、今回その2級に、かなり広告費を使っているというところは、これまで同様認知広告がメインなのか、あるいはそのプログリッドですとか、シャドウペンですとか、スピードです。プロダクトの広告もかなりいっているんです。この違いちょっと教えて。はい、ありがとうございます。第2クォーターに関しては両方強めております。はい。いわゆる認知広告も、第2クォーター、今までこの第4クォーターにやってたような形で強めておりまして、この、やっぱり、改めて今第1クォーターやっていて、直近当然数字も見てますけれども、やっぱり、その気持ちが高ぶっている時に出す広告と、そんなに気持ちがない時に見る広告っていうのは同じだけ出ていても、やっぱりその人への浸透度とか入り方っていうところに、大きな違いがありそうだというふうに、思っております。そういう意味では、この第2クォーターに認知広告を増やしていることも、よりこの投資効果を高めているなと。プログリッドというサービス、プログリッドという会社を覚えている率っていうんですかね。も上がっていそうだというふうな形ですし、あとは当然獲得の広告もですね、この第2クォーターは増やしております。ありがとうございます。2点目になるんですけれども、スピードより有料会員数大きく伸びているというところなんですが、この会員数っていうのは新規なお客様が多いのか、あるいは既存のプログリッドですとか、シャドウ店の利用者さん、特にシャドウ店の利用者さん、かなり意識の高い方が多いかと思うんですが、こういった方からのそのスキルへの輸入が多いのか、ちょっと比率までできたら教えていただきたいです。はい、ご質問ありがとうございます。基本的にはほぼすべて新規のお客様と思っていただいて、問題ないと思います。シャドウペイからも一部流れてくるんですけれども、言ってしまえば誤差程度ぐらいの、パーセンテージで、ほとんどは新規です。そうすると、このスピフルから、以前社長様からお伺いしたように、シャドウペンだったり、プログリッドに、上位に継続していくような会員数もある一定程度が見込めるというふうに、捉えてよろしいということですね。はい、ありがとうございます。未来で本当にそうなるかっていうのは、私自身も、確信はないんですけれども、我々の戦略としては、まさにおっしゃる通りで、これ見ていただきますと、例えば、シャドウテンというサービス、今、1万名なんです。でこれ開始したのは2020年ぐらいでございまして、5年ぐらいだいたいかかって、ここぐらいまで来ています。で、一方でスピフル、今2年ぐらいで、ほとんど同じぐらいの有料会員数になっておりまして、シャドウテンっていうのは月2万円のサービスで、スピフルっていうのは月5000円のサービスで、価格帯に4倍の差がある。で、サービスの内容ももちろん違う。でこれやっぱり、サービスの内容が違うと、このお客様の数のなんて言うんでしょう。そのス
ピードっていうのがやっぱ全然、違いまして、そういう意味では、このスティーフルのような、より単価が安いサービスで、より多くのお客様、ユーザー様と接点を持って、そこからシャドウ店やプログリッドのような、より単価が高い、サービスに、移行していただくっていうのが、我々としては、当然やりたいことですし、そのように、ビジネスとしては進めていきたいと思います。僕もよくわかんない。どうなっていくのかっていうところを教えていただきたいんですけども、生成 AI の進化が思った以上に早いというような印象がありまして、今後そういった英会話教育、教育って言われるような市場が非常に大打撃を受けていくんじゃないかなということなんか思って、AI に気はいいじゃんっていうことなんですけども、どのように考えているのかっていうのと、うちは違うっていうところをちょっと教えていただけますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。いろんな観点が、結構あるのかなと思ってまして、まず一点目は、今まさにおっしゃっていただいたように、いわゆる、チャット GPT とかジェミニに聞けばいいやっていう。こういうのは、もう、山ほどあるかなと思っておりまして、なので、いわゆる、わからないことを教えるみたいな。ティーチですね。ティーチは相当厳しいと私は思っています。なので、当社がやるサービスも、いわゆる何かを教えると。あ、そうなんだ、みたいなことは、基本的にはあまりやる予定は、ありません。おっしゃるように、プログリッドというサービスの本質は、学習の継続なんですね。やっぱり人のモチベーション、1日2時間3時間英語学習していただくんですけれども、やっぱりそのモチベーションを保つと。上で、いろんな人間のやる我々の仕事があるんですけれども、やっぱりこれは AI に変えれるものでは、当然ないかなというふうに思っておりますし、シャドウテンやスピフルなんかも、これはですね、そうなんだ系じゃなくて、トレーニングなんですね。筋トレみたいな感じなんですね。で、どれだけトレーニング理論が発達しても、結局筋トレは筋トレなのと僕は同じだと思ってまして、英語学習でチャット GPT に聞けば文法のわからないことはわかるんですね。トレーニングは結局人間がしなきゃいけない。ということで、それを提供するのがシャドウテンであり、スピークだと思っておりますし、あと、AI 会話のディアトークに関しましては、なんでしょう。やっぱり英会話っていうものは、僕両方あると思ってるんですけど、AI でもう英会話しなくてもいいよねっていう人も多分たくさん増えると思います。一方で AI によって、この世界が身近になって、自分も英会話したいなっていう人も増えると思います。なんで世の中がこれどうなっていくかっていうのはかなり難しい議論だと思うんですけれども、少なくともこの英会話のレッスンですね。英会話レッスンっていうのは基本的には能力を上げるためにやりますんで、それは人とやるということももちろんいいんですが、AI とより合理的にやる人もかなり増えてくるんじゃないかというふうに思ってますんで、ディアトークはディアトークで成長するだろうというふうに思っております。なので、この英語業界とか教育といっても、増えるところ、減るところ、意味があるところ、なかなか意味が少なくなるところ、このあたり、おっしゃるようにかなり吟味しながら、やっていくことは重要なのかなと思います。中長期ターゲット市場として英語学習以外の展開って書いてあるんですけど、これって具体的に何かアイディアとかやってることってあるんですか？はい。現在やっていることはありません。で、やろうとしていることは、基本的には 2B に、広げていきたいと思っておりまして、一つは、グローバル人材育成っていうのが、次のターゲットだと思っています。グローバル人材育成、結局日本を代表する企業のほとんどの企業様の中期経営、戦略に海外売上比率を伸ばすというのが、入っています。で、この海外売上比率を伸ばすっていうことは、つまりは海外で M&A をするか、海外で新たに事業を、始めるかという、基本的にはそういうことになるんですけれども、そうなった時に当然、グローバルスタンダードで世界の企業、世界のビジネスパーソンとやり取りをしていける人が社内にいる必要がありまして、このグローバル人材とは何ぞやっていう
この深淵なる議論もあるんですけれども、企業様によっていろんな定義はあるんですが、グローバル人材を育成していかなきゃいけない企業は増えると思っています。英語っていうのはもちろんそうなんですけれども、英語に加えて、リーダーシップだったりとか、交渉だったりとか、英語を使ったより効果的なコミュニケーション。ちょっとこれも難しいんですけど、日本語でも、皆さん日本語喋れると思いますけれども、でも、コミュニケーション上手い下手ってあると思うんです。効果的にコミュニケーションができるできないってあると思うんです。で、特に、この、英語で行うコミュニケーションっていうのは、日本と違ってよりローコンテクストな、ビジネス文化で、言葉の持つ意味っていうのが非常に大きいんですね。なんとなくでビジネスができないというか。したがって、このエフェクティブな、効果的なコミュニケーションをする。こういったところのニーズもかなり増えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、もっと言うと、その先はですね、グローバルということを抜きにしても、いろんな人材育成のところを我々もサポートしていきたいというふうに思っております。それはやっぱり、この人材育成って言ったときに、お客様っていうのは基本的には企業の、人事部長、CHRO、そういった方々が我々の直接的な対面するお客様になるんですけれども、彼らの悩みをより包括的に解決できるようにしていくというのが、一番大きなところだと思います。私、25年外資系企業に勤めていまして、今辞めてるんですけども、英語を非常に苦労しました。その体験に基づいて、この資料をずっと見てたんですけれども、ちょっときついかもしれないですけれども、このコーチングサービスで本当に英語が上手くなるんでしょうか？まずちょっとその質問から。はい。ありがとうございます。どういうふうに評価したらいいのかわからないんですけど、ここで先ほど継続率が73%とかっていう数字出してきてましたよね。はい。先ほどの資料の中で。これはもしかしたら、英語が上達しないから継続せざるを得なかったのかなっていう解釈をしたんですけど、はい、その点どうでしょう？ありがとうございます。これポイントは何を目標にするかっていうことだと私は思っておりまして、この3ヶ月プランに結構皆さんお申し込みいただくんですけれども、当たり前なんですけれども、世の中に魔法はなくて、プログリッドにも魔法はないんですね。で、3ヶ月で伸びる英語力っていうのは、もちろん英語があまりできない人が外資系でもうベラベラに喋って活躍できるようにはならないんですね。ただ、ちょっと言葉難しいんですけれども、3ヶ月やるとどれぐらい英語力が上がるかっていうと、私の言葉で言うと、1段階英語力が上がるような感じなんです。具体的には、おそらく英語のミーティングに一緒に出ている人がいるとしたら、3ヶ月プログリッドをやっていただければ、最近なんか英語すっごい良くなってないっていうのは、周りから見ても理解できるレベルには3ヶ月で変わります。ただ、それが、じゃあ、これ、その外資系やグローバルで本当に、今のあなたの英語力が十分なんですかというと、当然そうではない人がたくさんいらっしゃるので、3ヶ月でこれぐらい上がったから、もっと上を目指すためにさらに3ヶ月、さらに3ヶ月と、どんどん目標を上げて継続されていく。こういう方が、多いかなと思います。先ほどの目的なんですけれども、もちろん英語を力をアップさせたいという企業さんの目的があると思うんですけど、もっと具体的なものを教えてください。例えば、経営者であれば、もう対外交渉とかになりますし、マネージャークラスであれば、海外との、私の場合ではファイナンスだったんで、ファイナンス海外へのレポートとか、そういった具体的な目的があったんですね。で、ここに入会される方の目的を教えてください。ありがとうございます。まさにおっしゃるように、もうかなり個々人に細分化された皆さんなりの目標があるのが事実ですし、経営者もいらっしゃれば、IR やってる方もいらっしゃれば、海外営業やってる方もいらっしゃれば、弁護士さんもいらっしゃって、いろいろなんですけれども、一番多い、こういう人がプログリッド一番多いのねというのは、経営者とかいうことではなくて、マネージャークラス、30代、40代でマネージャークラスになって、実際、自分の口で、これはズームミーティングだったり、海外の出張、どっちのパターンもあるんですけれども、含めて、その現地の人とコミュニケーションを取らなきゃいけない人。それを少しでもより効果的に、ちょっとネガティブ言うと、よりなんて言うんでしょう、不安な気持ちなくできるようにしたいっていうニーズが、
まあ一番、最大公約数的な感じかなと思います。まあ私たち海外とのやり取りやってた時には、やっぱり英語についてはもう、なんていうか、余裕がないんですよ。とっさにもう答えないといけない。そういった時にどうするかで一番役に立った英語の学習方法。ベルリッツやガバ、いろんな学校行きましたけれども、やはり、その業界を知ってる、バックグラウンドを知ってる、コーチというか、先生と話をして、もう明日これレポートしないといけない、プレゼンテーションしないといけない。こういうふうに話したいんだけれど、これでいいか、これダメか、通じるかどうか、そういった本当に業界とかを知ってる人が一番効果的なんですね。で、御社のこれ見てると、そういったのが、業界のところをちょっと、触れてる部分もあったんですけれども、そういったもっと細かい部分が必要じゃないかと思うんですけれども、そのあたり、今後の戦略はどうでしょうか？ありがとうございます。まさにおっしゃる通りで、我々として、この英語力っていうものを大きく二つに大別しておりまして、で、それは何かっていうと、一つ目が、まあ、これを我々英語力って呼んでるんですけれども、いわゆるその業界とか、そのプレゼンができるとか、そういうことではなくて、あらゆるものに対応できる、まあ、英語基礎能力のようなものです。まあ、どこに行ったとしても、まあ、ある共通するような英語力。と、もう一つが、今まさにおっしゃっていただいたように、業界の、例えばことを喋れるとか、プレゼンができるとか、そういう用途別や業界別のような、ちょっとなんていうんでしょう、アプリケーションレイヤーって言いますか、そういう英語力っていうのは結構別物だというふうに考えておりまして、基本的におっしゃるように、我々が強いのはこの字の、なんですか、基礎と言いますか、そうですね。っていうところをメインでやり、一方で、この上のところっていうのは、今かなり AI で、代替できるようになってきているので、それを駆使しながら、その業界のエキスパートが当社の社員にいるわけではもちろんないんですけれども、まあ AI っていうのは逆に言うとあらゆるものを知っておりますから、まあそれをなんとか駆使してやってるっていうのが現状で、ただおっしゃるように、そういったものを別カリキュラムだったりとか、別サービスとして我々がやっていくっていう可能性は、あるんじゃないかなというふうに思います。ビジネスの場合は、その上の部分が必要なんじゃないですかね。基礎じゃなくて、基礎の上の部分、専門的なこととか、そういったところの方が、お客さんで望まれているような気がしますけど、ぐらいですね。もう切羽詰まっている方が多いんじゃないですか。そうでもないですかね。そうだと思います。ただ、これはやっぱり我々もお客様と、会話を冷静にしようっていうことでするんですけど、まあ、切羽詰まってるっておっしゃる方もいますし、いや、基礎からやりたいよっていう方ももちろんいろんな方いらっしゃるんですけれども、そういった方に我々が結構提示をするのが、切羽を詰まっていることは理解できる。で、確かにその英語を今解決することも短期的には重要だと思う。一方で、でも、ここからキャリアじゃあ20年考えたときに、それを今解決するということが本当に本質的なのか。もしかしたら、確かにそれはそうなんだけれども、基礎的な英語力を上げていった方がいい可能性もあるんで、まあ、どっちを選びますかっていう、まあ、コミュニケーションをしていくような、まあ、人それぞれニーズもありますし、まあ、そこで意見が変わったり変わらなかったり、まあ、いろんなパターンありますけれども、まあ、我々としては、どっちかっていうと、まあ、基礎をやった方がいいんじゃないかなというふうには思っておりますんで、まあ、そうですね。合う方、合わない方、確かにいらっしゃるかなと思います。ありがとうございます。そのコーチングをしながらその英会話学習ということなんですけど、そのコーチングというのはその心理学、資格を用いた方が心理学の技術を使って学習が継続できるようにマネジメントをしてくださるというふうにしてよろしいでしょうか。まあ、半分イエス、半分ノーなんですけれども、我々のメソッド自体は、まさに専門家に入っていただいて、その心理学だったりとか、行動経済学とか、まあ、いろんなものに基づいてメソッドを作っております。ただそれを実施している人間が全員心理学の、例えば、学位を持っている、修士を持っているかっていうと、そういうわけではないです。結構個人性、マネジメントの設計があって、それでその設計をもとにコーチングマネジメントをされるということだと思うんですけども、結構その俗人的なその細かい部分で差が出てくると思うんですけど、そこら辺の担保ってどういうふうな設計になっているんですか？ありがとうございます。もうまさにおっしゃる通りで、これがこのビジネスの私は肝かなと思ってますし、だからこそ我々が成長できたんじゃないかなと思ってまして、この
普通に見ると極めて俗人的で、統一が難しく、組織を拡大することが難しい。まあ、2、3人でやるならできるけどっていう、まあ、このビジネスを拡大させたっていうのが、まあ、当社の一番の成長理由だと思うんですけれども、それはですね、まず一つは、誰でも、しっかりと理解できる、その、マニュアルと、研修をまずしっかりと提供し、そしてその研修を一回やって終わりではなくて、我々は永遠にやり続けるんですね。どれだけベテランの社員になっても永遠に研修をやり続ける。これがまず一つと、もう一つは、もう少し、そのテクノロジーを使った仕組み化の部分なんですけれども、お客様と面談、週に1回面談をするんですね、60分間。で、そこでいわゆるコーチングするんですけれども、そこの面談で話した一言一句をすべて録音、文字起こししておりまして、それをすべて分析をし、すべての面談で評価が出るんです。この面談は、例えば、お客様が何割喋って、こちら側が何割喋って、エフェクティブにお客様に問いを投げれているのかいないのか、まあ、いろんな項目があるんです。まあ、そういった仕組みで、その、お客様とコンサルタントっていう二人だけしかいない空間、会社としてはしっかり見える化をし、そこをこう改善をしたり、していくと。まあ、その二つが、大きいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、オジャンが2年前ぐらいから、するようにしてるんですけども、サブスクの割合がこう上がってきて、で、利益率がそれに伴ってこうすごい上がってくるのかなと思ってこう見ていたんですけど、利益率が高いので、直近見てると、サブスクの割合が引き上がってる。粗利率がそんなに変動しないというところを見ていて、ちょっとこう、なんでなのかな。利益率で考えたら古い。で、シャーってスピードみたいな感じで、どんどん上がって、利益率的に上がっていく構造なのかな。その辺って、どうですか？ありがとうございます。これはですね、意外とって言っちゃあれなんですけど、でも、おっしゃる通りで、意外とプログリッドの利益率が高いんです。はい。なので、シャドウテンとスピーフルの方が高いです。ですが、プログリッドも結構高くて、そんなに差がないんですね。ちょっと差はあるんです。ただ、そんなに差はないので、サブスク比率が上がったからといって、おーっていうほどは上がらないっていうのが実際のところっていうのと、もう一つちょっとだけテクニカルといいますか、会計上の話も実はちょっとありまして、ちょっとすみません。私が今正確な日付を忘れてしまって、おそらくどこかの IR できちんと説明してるはずなので、ちょっとそちら見ていただければと思うんですが、どこかのタイミングで我々のこの、原価にですね、プロダクトの開発費、まあ、もっと言うとエンジニアの人件費を入れるべきだという、監査法人のご意見がありまして、なので原価に今まで含めておらず、販管費に含めていたエンジニアの開発費を粗利に乗せるようになったんです。それも一部ありまして、それがないと実はもうちょっと粗利が高く、時系列になっているんですけれども、なので、はい、実はちょっとアップルトゥアップルではないっていうのも多少ございます。シャドウテンの裏で人が動いている。その部分皆さん正社員。シャドウテンの添削をしている人は全て業務委託で契約をさせていただいております。約数百名。はい、限界入ります。はい。お伺いしたいのは、もしPR 向上のためには、サブスク比率を、上げるというのは、その通りだと思うんですけど、シャドウテンが年間24億円ぐらいまで来たので、どうですか、解約率を、開示していただけないのか、どうでしょうか。ありがとうございます。議論としては、当社内でもあります。ありますが、現状としては、やっぱりこの IR とこのビジネスの、なんて言うんでしょう。バランスというか、難しさもありまして、特にシャドウテンのところは、やっぱり、競合企業様も多分最も注目しているサービス感というふうに理解しておりますので、そういう意味では、極力、情報を出さない方が、当然当社にとっては競争優位を守りやすいですし、中長期で見ると投資家の皆さんにとっても、いいんじゃないかなという判断を、してます。でも、難しいところもありますし、おっしゃってることも、そうだというところもございます。
はい、悩ましいところであります。ありがとうございます。あともう一点、創業10周年目の節目ということなんですけど、こういった節目に記念優入ったり記念優待を実施するような会社があると思うんですけど、それについてどうお考えですか？ちょっと邪道だということなんですけど。いや、邪道だとは思ってはないんですけれども、まあでも、そうですね。現状我々が考えているかっていうと、特に検討はしていないです。する可能性はあります。ありがとうございました。今ちょっと自分の仕事で、営業を使う機会があって、かなりどうしていくので、ビジネス向けに関してはかなり期待していまして、将来、中長期とかに、会社として、英語を使う機会があるっていう会社とかに、アプローチをしたという、そういったのを、現地的に、今、問い合わせベースなのか、もしかして新規で営業しているのか、いうと、それを広げていくには、どういったツイッターとかバイキングにするんですか？基本的には、我々のその、メインとしているターゲット企業様は、まあ、かなり規模感が、まず大きい企業様を、集中して、コンタクトをさせていただくようにしております。で大きく分けて、二つありまして、一つは、地道なんですけれども、私を含め、まあ、私が多いんですけれども、まあ、いろんなその経営者様とつながっておりますんで、その経営者様をさらに経由すると、かなり多くの、そのエンタープライズ企業の経営層の方ともつながることができますんで、まあ、そういった地道なご紹介をいただくと、いうことと、なので、我々のその営業スタイルとして数打ち当たるって感じじゃないんですね。なので数をやるっていうことをそんなに重要視していなくて、本当にこの企業さんと取引したいっていう企業さんにアプローチをさせていただくっていうことと、もう一つは、とはいえ、ある程度その仕組みとしてやっていくべきだということで、イベント、カンファレンス、そういったものを今まで実はあまりやってなかったんですけれども、今年から思いっきり増やしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。一つ目に、説明のところで B2B をちょっと重視していくご説明がありました。なので、1月広告ってあんまりメインターゲットじゃないのかな、だからやめるのかなと理解したんですよ。それで、次がまず一つ目のポイント。で、二つ目のポイントは、コーチングとサブスクっていう二つのサービスがあって、それで、多分、1月広告が大きく影響を与えるのは、コーチングの方であって、サブスクの方はあまり影響を与えないのかなと、私は勝手にちょっと、行動で理解していて、さらに、ちょっと、なんとなく、説明の中では、サブスクの方をちょっと重視していく。というような、成長とどんどんしていく、労働集約的ではないということで、会社側の意図が現れているのかなと思って、これってらしいでしょうかと、この理解が正しいでしょうかと、それの辺ってそうでしょうか。はい、ありがとうございます。ですね、1月に関しては、むしろ、広告宣伝を増やしたというのが事実です。はい。なので、今までよりも、この第2クォーター、つまり上期、もっと言うと1月。それは英語学習の需要期。ここの広告宣伝を増やしたというのが、まず事実で、ございまして、2B に力を入れていくんですけれども、一方で 2C もしっかりと成長させていきたいというふうに思っておりますので、増やしています。ということと、そのコーチングのところとサブスクのところでいきますと、両方とも1月に増やしています。両方とも攻めてます。1月には、プログリッドも、シャドウ10も、スピフルも、リアトークは全然攻めてないんですけれども、その3つは、同じぐらいの勢いで、増やしていると。で、やっぱり1月の需要期は、プログリッドだけではなくて、むしろ、なんでしょう。ちょっと毎日10分英語学習をしようとかっていう目標を立てる方とかって結構いらっしゃると思うんですけど、そういう人にはまさにアプリの方が合ってますんで、むしろシャドウ10やスピフのニーズも極めて増えている。増えるのが1月だろうというふうに思っております。ありがとうございます。大丈夫。もう一つ質問。はい、お願いします。一番最初の質問者様と、同じような質問ですけど、このスピングルについてなんですけど、
AI の自動翻訳サービスというか、文章のやつって、まあ、結構翻訳できるじゃないですか。でも、ね、スピードが大切してるやつって、需要が高まったからじゃないのかなと思っていたんですけど、その辺ってどうでしょう？理解は合ってますか？需要が高まったということは、つまりマーケットがぐっと伸びたっていう、こういうご質問だと思うんですけれども、現実はそうじゃないかなと思ってまして、ただ、マーケットが小さくなってないっていうのは事実だと思います。AI 翻訳がどれだけ増えようが、おっしゃる通り、ダイレクトコミュニケーションで、その海外の人、さっきもご質問ありましたけれども、仕事するときに言われてパッて答えるっていう。このニーズは、減ってはいないっていうのは、事実だと思います。その中で、このスピフルというサービス、まだ出て2年ちょっとなんで、全然世の中の認知もないですが、ちょっとずつその認知が広がっていって、広告宣伝をしてるっていうのも、ありますし、プロダクト自体が、少しずつ、評判を生んで、お客様が増えていってるっていうことかなというふうに思います。なので、直接バーって喋るマーケット自体がグッて成長したっていうことではないと理解しています。法人事業を着実に導入者数を増やしている状況と認識しますと、いつ頃からどれぐらいの業績貢献を目指しているのか、そのための KPI は何でどの程度まで進んでいるのか、可能な範囲でお伺いしたい。また、法人事業においてもコーチング人材が供給制約となり得るのかをお伺いしたい。はい、ありがとうございます。まず、最後のご質問からお答えしますと、法人事業もコンサルタントの人数は、売上の制約になります。法人っていうのは、プログリッドもありますし、シャドーテンやスピフルも売ってますんで、そっちは、制約なく伸びますし、ただ、プログリッドを売った場合には、当然コンサルタントの数が売上キャップになるというところでございます。で、売上貢献に関しましては、今、開示をしないというちょっと方針にさせていただいておりますんで、ちょっとこの場で、だけで申し上げるっていうのがなかなか難しいんですけれども、ただ今後は、この売上貢献、基本的にはこれを伸ばしていくっていうもう方針でございますんで、しっかり伸ばして、スピフルも今回ちょっと開示を始めましたけれども、これはもう開示をすべき大きさだよねというタイミングで、しっかりと開示をさせていただく、という方針で、ご容赦いただければと思います。はい。あと、オンラインから1点。2C 向けのコーチング費用が大半の一般の方からするとかなり高額ですと、新規の方の契約を取り続けることができている理由、秘訣は何でしょう？また、金額面で決済手段がない方などもいらっしゃる気もするのですが、その辺御社はどのようにクリアしているでしょう？はい、ありがとうございます。なので、かなりターゲットが絞られた、いわばニッチなプロダクトであるという認識のもと、ビジネスをさせていただいております。なので、料金も確かに、高いと見るか安いと見るかっていうのは人それぞれの考えあると思いますけれども、少なくとも他社さんと比較をするとかなり高いというのは事実でございますんで、それでもいいからプログリッドをやりたい。プログリッドのメソッドがいいというふうに思われる方が、我々の、お客様であり、そういった方とビジネスをさせていただいていると。で、決済手段に関しましては、ローン、クレジットカード、銀行振込、あとローンという3つ、用意させていただいて、おりまして、もう本当にそれぞれの、手段で、お支払いいただくという形でございます。はい、ありがとうございます。会場からまたありますか？ちょっと素朴な疑問なんですけども、機関投資家のワンワンについて教えていただきたいんですけども、本社はやっぱ上場した当初はすごい注目、今でも注目されていると思うんですけども、注目が非常に高かったような印象がありまして、その頃の機関投資家とのワンワン回数と、今、どれぐらいやられてるのかっていうのと、あと、昔と今で聞かれてることが変わってるのか変わってないのか質問ですが、どうでしょう？その辺の内容をですね、ちょっと教えていただけますでしょうか？よろしくお願いします。ありがとうございます。まず回数としては、ちょっと私が正確な数字、間違ってたらちょっと申し訳ないという一応前置き付きなんですけど、毎四半期、おそらく20件前後だと思います。で、これは、意外とと言いますか、上場時から、だいたいそれぐらいを、推移。前回聞いた50から100ぐらいやるって、四半期ですか？四半期ですね。いや、それはないと思います。はい。で、もしかしたら年間かもしれないです。すいません。はい。四半期でだいたい20ぐらいかなと。はい。もしかしたらちょっと前後5ぐらい、
あるかもしれないですが、それぐらいだと思います。で、投資家の方の質問としましては、やっぱり大きく変わっているのは AI ですね。これやっぱり皆さん、本当に、これはもう、機関投資家の方も個人投資家の方も皆さんそうなんですけど、やっぱりこの AI でこの業界はどういうふうに変わっていくのか、少なくともどういうふうに変わっていくと我々が考えているのかというご質問はかなり増えたなという印象があります。いつ頃から AI っていうのが、質問が増えてきてるようなイメージ。1年ぐらいですかね、ここ。はい。わかりました。ありがとうございます。そうです。もう一点だけすみません。社長様が技術に非常に強い方だっていうのは承知しているんですけれども、もしなんか CTO を取締役として置かれていらっしゃらないということで、テクノロジーを所管する取締役がいた方が、投資家としては少し安心感が出るかなという思いがあるんですが、この CTO を置かない理由というか、さっきまだ企業は小さかったので、CTO に立っても社内の適材の人材も実は育ってきているところですし、次の総会あたり CTO の責任というようなことがあるのかどうか。はい、ありがとうございます。実はですね、まさに上場時はCTO という存在いなかったんですけれども、最近 CTO は実はご任命をしておりまして、ただ取締役ではないです。はい。取締役ではない、当社執行役員という制度もありませんので、いわゆる部長職というものなんですけれども、テクノロジーを所管する CTO を、置く体制に変更しております。はい。一方でこの取締役にするかしないかっていうのは、ちょっと別議論として、ありまして、現在のところは、取締役にする必要はないというところで、取締役ではない CTO を置いているという形です。承知しました。CTO はいらっしゃるっていう理解でよろしいですか？はい。そういう体制に変更しました。ありがとうございます。サブスクビジネス、売上はしっかり伸びてるんですけども、利益の部分で、広告費などを差し引いた後の営業利益として、前社の業績を本格的に牽引し始めるのはいつ頃の想定でしょうか？ありがとうございます。まず、シャドウ店に関しましては、すでに、利益で分解して開示をしているわけではないんで、これ、投資家の皆さんからすると理解するの難しいと思うんですけれども、シャドウ店に関しましては、もうすでに、非常に大きな利益貢献を、しております。広告宣伝ももちろん使ってますけれども、それでも、非常に利益率が高い、ボトムで利益率が高い、ビジネスになっております。スペクルに関しましては、今、売上が、年間で言うと、月間からかけ12で4億ぐらいになるんですけれども、これではまだそんなに高い利益貢献にはなりませんので、少なくとも10億ぐらいは、超えてくるというのは、必須かなと思います。なるほど。はい、ありがとうございます。AI 英会話が進化し、安価なサービスも増えてます。その中で、あえて高単価な人間によるコーチングにお金を払う顧客は、何に価値を感じていると分析されていますか？やっぱり、結果が出るっていうことかなと思います。で、結局、結果が出るってことだと思ってまして、じゃあなんで結果が出るのかって、もう一つ分解をすると、二つに分かれるんですけれども、一番大きいのは継続だと思います。結局、英語学習というのは、あらゆるものと共通をして、努力を継続した人間だけが身につけることができるという、ものでございまして、ただ、その努力をするっていうのは、口で言うのは安し、一方で実際皆さん仕事もありますし、ご家庭があったりとか、もうめちゃくちゃ忙しい日々を過ごしている中で、2時間3時間の努力を継続するっていうことが、なかなかやっぱり一人では数は難しい。それをプログリッドに来ていただければ必ず実現できるっていうのが、一番大きいと思います。二つ目に学習の効率。自分で、いろんなアプリを探しながらやるのではなくて、プロの意見に従ってやるということで、学習効率を担保できる。この二つかなと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。本日、質問の方以上になります。最後に参加されている方にコメントいただければと思います。はい。ありがとうございます。たくさんご質問もいただきまして、今日は本当にありがとうございました。我々としましては、今、画面にも出してますけれども、世界で自由に活躍できる人を増やす、このために、仕事をしております。
なので、ここから一切ブレず、我々が本来やるべきことをやる、いうことと、もう一つは、これも先ほど申し上げましたけれども、社員の給与を上げる。これが極めて重要な我々の使命だと思っております。その上でしっかり利益を出して、株価を上げて、株主の皆様にも還元をする。いうことがですね、我々がやるべきことだと思ってますんで、今後もですね、しっかり、やるべきことを、責任感を持ってやっていきたいというふうに思っておりますので、引き続き応援いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。